どうもこんばんは、ゆうちです。最近、熱中症で何回か倒れかけました。正直自分は今年の暑さは舐めておりました。皆さんはしっかり暑さ対策しておりますか？皆さんは気をつけましょうね。それよりも暑さで気がめいって色々とうまくいかないことがありますよね。そういう時の対策として、私は買いだめした同人誌を夜な夜な読むことですね。そうすることにより色々元気になり、明日への活力が湧くってもんだ。このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今日作るのは赤いガンダム。なんか今日のプラモデルスケベじゃねえじゃんって思いました？これからケツ丸出しにドスケベな改造にしていくんだよ。しかし何はともあれ、素組みをして赤いガンダムをじっくり見ていこう。いや本当に赤いガンダムですね。劇場で見に行った時はギレンの野望でも始まったのかくらいしか考えられなかったが、見終わった後には赤より普通のトリコロールカラーの方がかっこいいだろうなんて思ってました。だが作ってみると悪くない。いや、赤いガンダムはかっこいいっていうプラモ効果が発動している。でもそれにしても足が細いよな。実はこの中にでっかい美少女が入ってるんではないかと思ってしまうよな。そう思うとなんだかこのガンダムがちょっとエッチに見える。ちなみに稼働もしっかりバンダイって感じで凄まじい稼働域です。もう素晴らしいの一言ですね。武器もビームライフルだけではなく盾やサーベル、ハンマーなどがあります。さらには劇中で装備していたエルメスのビットもついてくる。武装が充実しているので色々なポージングを楽しめそうですね。ただ一点気になる点があるんだ。なんか腰？ここの腰がよ、やたら取れるんだ。はめ方を間違えてるのかと思って説明書を何回かめくったんだがな。すぐ腰がもげる。ここがこのキットのイライラポイント。その他は柔軟にポーズが取れてとても素晴らしいキットだ。珍しく久しぶりに普通にガンプラのレビューをしてしまいましたが、もちろん今日もこちらは美少女プラモとミキシングさせていただきます。今日はこのパワーラリーという30ミニッツのシリーズと組んでいこうと思います。ただ使うのはほぼ頭のみ。どことは言わんがちょっと貧相なところがあるからな。買ってきたこっちのムチムチでエッチなボディを使っていく。それとまだまだパーツが余っているサイコザクを使い、美少女プラモのパーフェクトガンダムダリル機を作っていこうと思うぜ。それでは改造いくぜ。まずは足から。足はこのまま美少女プラモの太ももをはめようとするとサイズ的にはまらないので、サイドの装甲を大まかにカット。ついでに内面のいらない関節なども大胆にカットし、太ももをはめやすくします。パーツの干渉がなくしっかりはめられることを確認したら、太もものこの輪っかを程よい位置でパテで固定しながら足の形を整えます。パテで固定し表面を整えたら、切り落とした装甲を再度接着します。つなぎ目はパテで補強しながらさらに形を整えれば、見た目もかっこよく綺麗に太ももがはまるってわけだ。さらに装甲の後ろ、太ももの後ろはあんまり考えないではめたので、もうぐっちゃぐちゃな装甲。ここはデザインナイフでざっくりカット。ヤスリで表面を整えたら 1mm のプラ板を細長く切り、2枚をスライドさせるような感じで接着。あとは少し人間の筋肉をイメージしながらヤスリがけをすれば、メカっぽいけどどこか筋肉繊維っぽいような感じの装甲に仕上がる。腕はザクの腕をベースにします。まず分解して腕の部分を美少女のサイズにカット。リューターで内面を整えたら、ここで美少女プラモの腕をヤスリで細く整えてからザクの腕と接着します。さらに肘付近のサイドには 3mm のリューターで軽く円を作り、ガンダムの腕についていたマイナスモールドを切り取って接着し、ディティールをアップさせます。大まかな形を整えたらガンダムの腕の上っ面を切り落とし、美少女の腕のサイズに幅を詰めながら作っている腕に接着。つなぎ目にはもちろんパテを使い綺麗に形を整えます。手首にもガンダムの装甲を使います。ここも美少女プラモにサイズを合わせるために一度程よい部分で切ってサイズを調整しながら接着し形を整えます。つなぎ目にここぞとばかりにパテを持って整えたら穴を開けて手首がはまるようにしておきます。これで肘下の装甲は完成。続いて二の腕。二の腕は簡単。ガンダムの装甲を半分に切って貼り付け、あとは装甲の隙間をパテで埋めるだけ。ここは半分だけ装甲を作り、もう半分はタイツ塗装して肌と装甲の一体感を塗装でカバーする。できた腕がこんな感じだ。毎回この美少女ガンプラのミキシングは美少女のサイズに装甲を落とすのがめっちゃ大変だよな。
さあ、ここまで来たら肩パーツ。肩はサイズがちょうどいいので、このままガンダムの装甲を美少女に移植していく。まずは肩の関節はいらないので分解して取り除き、割とちょうどいいと思っていたのだが中はキツキツなので、ヤスリで中を優しくほぐしていきましょう。ヤスリがけで隙間を作ったら、肩の裏側に来る部分に 3mm の穴を開け、3mm のプラ棒を差し込み接着。そして 3mm のプラ棒を接着したらちょっと気づいたのが、割と装甲が邪魔だった。なので稼働させるときに装甲が邪魔になる部分はカット。ヤスリで整えたらお次は関節作り。ビプラの肩パーツとガンプラの肩パーツ。この2つをつなげるちょうどいい関節がないので、ここはフルスクラッチをします。まず用意するのは 1mm のプラ板。程よい間隔の位置で印をつけ 3mm の穴を開けます。そしたら形を整えて片方の穴が塞がるようにプラ板を2枚貼り付け、再度穴を開けます。開けるとこんな感じの凹凸の関節の完成。こうすることにより肩と装甲の間の段差を埋めることができます。これで自然に関節が取り付けられますね。さあ、ここからは腰回り。最近の30ミニッツのボディはなかなかいい出来になってきたよね。ただしかし、やはりケツの肉が足んねえよ。なので、いつも通りケツの肉を持っていく。パーツを接着してからパテを持っていますが、ある程度ボディのモールドは残し造形しています。大まかに造形をしたら、スポンジやすりで体の造形を滑らかにし、腰のサイドに台形のプラ板を製作。イメージ的にはマガ付きの横の腰パーツみたいな感じだ。なので貼り付けたプラ板には 3mm の穴を開けておきます。続いては消えてしまったモールドの製作。腰のガーターベルトっぽい感じのやつ、ここをシャーペンでマーキングしてデザインナイフで切り込みを入れて、その上からパテを盛ります。切り込みを入れ凹凸ができたことによりパテが剥がれづらくなるので、パテ盛りをしてもなんか剥がれちゃうよっていう人はこのやり方を少し試してみてほしいぜ。あとはゆっくりナイフで形を整え、紐の厚みをヤスリで整えたら腰回りの完成。我ながらいいケツの仕上がりだ。やっぱケツが仕上がってると改造のモチベーションが上がってくるもんだ。ちなみに最初に作った腰の横の穴、ここにはガンダムの肩パーツを分解し、肩パーツに 3mm のプラ棒を通して腰に接続。腰に取り付けろと言わんばかりなぴったりなサイズ感。これで腰回りの完成。ここまでできたものがこんな感じだ。バランスよし、ケツよし、おっぱいよし。正直おっぱいも盛るか盛らないか少し迷ったところはあるが、個人的にベルトの食い込みが結構気に入ってるので今回はこの胸でいく。ここまでできてなかなかいいんじゃないって思うだろうけれど、よく見てほしいんだが、このバックパック、赤いガンダムについていた時はとてもかっこよかったのに美少女につけたら急にいまいち。これはいかん。そこでずいぶん前に買って素組みで飾っていたヘビーアムズ界のバックパックを剥がして改造していく。まずこのまま取り付けると分厚いので前面のパーツは取り外し、後ろのパーツには前面のパーツを外してできてしまった隙間をプラ板で蓋します。そこに 3mm のプラ棒を通して背中に接続できるようにします。横には 3mm の穴を開けサーベルをマウントできるようにしておきます。さらにサブアームをマウントできるように30ミニッツシスターズのジョイントパーツを増設。サブアームには寿屋の関節を使い、いらない部分はニッパーでカット。ヤスリで整えたら根元には 3mm の穴を開け関節を仕込んでおきます。さらに先端には穴を開けジョイントの受け口をセット。ガンダムの肩関節に 3mm のプラ棒を移植し関節を増設。先端にはサイコザクのアームを取り付ければ武器を持つことができるサブアームの完成。ヘビーアームズのシンプルなバックパックのおかげで色々な改造がしやすかった。ここまで作ったら武器を追加しないとやっぱ満足できないよな。そこでサイコザクからザクバズーカをもぎ取ってくる。しかしサイコザクは素材の宝庫だ。パーツの品向きがいがあるってもんだな。しかしこのバズーカはジャイアントバズーカではないので断層が横にある。この断層のせいで右肩はしっかり持てるのだが左肩は断層が干渉して持たせることができない。そこで内面のダボ軸があるところを印をつけて断層がある後ろの方を切り落とします。切り落としたら内部のダボ軸に 3mm の穴を開けプラ棒を通し180度回転させて接着します。この分切った分短くなってしまうので軽く隙間を開けて隙間にパテを持って仕上げると切る前と同じぐらいの長さでバズーカが仕上がります。これでしっかり左腕でもマウント可能。断層が逆だからリロードとかなんかそういう細かいことは今回は考えるのやめよう。
武器ラックにも装備可能。いつも通り武装モリモリってわけだ。甘いぞ勇気。海馬。お前が目指しているのパーフェクトガンダム。わかっているぜ海馬。ゲルググの盾が必要っていうわけだな。しかしそのゲルググは店で見かけることはできず、買えまい。フルスクラッチをするのだ勇気。甘いぜ海馬。何？俺は新たな積みプラからゲルググキャノンを召喚。バカな。再販など夢の中の出来事のはずだ。こいつは視聴者が俺に託してくれた結束のプラモ。こいつでパーフェクトガンダムを作るぜ。しかしパーフェクトガンダムはゲルググの盾が2つ必要だ。たった1つの盾で何ができる？それはどうかな。何？まさか。行くぜ海馬。俺のターン。まず俺はフィールドにお湯丸を召喚。こいつはお湯につけることにより粘土状に柔らかくなります。なので電気ケトルで沸かしたお湯の中に投入し数分間待つ。数分間経って程よく柔らかくなったらこねてまず遊ぼう。そしてこねるのに飽きてきたらお湯丸に盾をしっかり押し付けて型を取っていく。さらにもう一層反対側からもお湯丸をかぶせれば完全に型が取れるってわけだ。あとはこの型にレジンを流し込んでいくのだが、固まった時に折れないようにプラ棒を何本か内部に仕込んで、それでからレジンを流し込めば完成っていうわけだったのだが、思っていた仕上がりとは程遠い謎装備カードが完成しちまった。数回やったんですがね、もうやり直すのはめんどくさいです。なのでここからは力技だ。それなりに型が取れている盾を形を整えるために段差になってしまっている部分にパテを使い形を整えていく。ここからはひたすらヤスリがけ、そしてパテ盛り、ヤスリがけの繰り返し。繰り返すこと3回ほどでいい感じの仕上がりになる。これにモールドを作り直せば完成。面積狭いやつは型取りうまくいってたんですがね、ちょっと広くなると急に難易度が色々とあって爆上がりしちゃったんですよね。今度は少し型取りについて勉強してくるぜ。さあ、大体の造形が整ったら最後にディティールアップ。パテで表面を整えたりしたパーツがあるのだが、割とそこら辺が少し寂しくなっている部分がある。そこには 0.3mm のプラ板を細かく切り貼り付けてモールドの追加をしていく。少し大きい面積の部分はシャーペンで大体の大きさをマーキングしてからマスキングテープを一度貼り、剥がしたマスキングテープをプラ板に貼り付けるとうっすらと跡が残るので、それに沿ってプラ板を切り落とし、至るところの装甲に貼り付けてディティールのアップを図る。さらに 0.2mm のプラ棒は大胆にリューターに差し込み、このリューターを低速で回しながらヤスリに当て、面取りをしてから肘に貼り付け、ザクっぽいディティールを追加。最後にタガネを使った追加モールド。追加したい部分に下書きをしてからデザインナイフで切り込みを入れ、0.2mm のタガネで優しく筋彫り。それなりに深く掘れたら一度ヤスリがけをして、次に 0.3mm のタガネで3回ほど掘ってあげれば綺麗なモールドの完成。もちろん最後はしっかりヤスリがけをしましょう。これを足など至るところにやっていく。これで大体の下処理は終了。一度ジョイ君で洗い流したら持ち手棒に持たせ、よく乾燥させ塗装。行くぜ。はじめまして、こんばんは。こちらは質問や皆さんのプラモの紹介コーナー。今日はプラモの紹介をしていくぜ。まずは1人目、ポラさんのフレームアームズガールのスティレット。これはとても綺麗な塗装で可愛いですね。ただ個人的に1番目が行くのが水着だ。水着がステステで眠れない男の煩悩を刺激しまくってくるぜ。今度うちもステステ塗装をやりたくなってくる最高にエッチな作品だ。2人目がとうとう完成巨大プラモデル、玄関工房さんのデンドロビウムでかい。それになんという作り込み、重厚感ある塗装もすごい。なんとといってもケーブルも筆などで細かくにり分けされているのがメカ好きにはたまらない。特に後ろ姿から見るバーニアとメカメカしいボディは最高だ。もっと細かく見たい場合は玄関工房さんのチャンネルで視聴できるのでみんなも見に行こうぜ。これからもこのコーナーでは皆さんの質問やプラモデルを紹介していくぜ。よかったら質問、お気に入りのプラモなどで眠れない男に X でコメントしてくれよな。では本編の続きをどうぞ。さあ、本編の再開だ。今回はガーリリさん提供、水性塗料のカレイドカラーを使っていきます。ご提供本当にありがとうございます。中身の説明や使い心地などは別の動画でまとめていくので、ぜひそちらをチェックしてみてほしいぜ。また説明の方の動画では使っていない塗料をこちらの美少女の全塗装で使っていこうと思う。感想もちょくちょく述べていくので参考にしてほしい。
そして何よりも塗装の仕上がりも注目していってほしい。前置きはここまで。まずはいつも通りプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。さらに肌や髪以外を全てミスターサーフェイサーブラックで黒く塗ります。その後まずエメラルドグリーンを使い緑色にして、その上からライムグリーンを使いいい感じの緑色にしてカメラアイなどを塗ります。ブースターやちょっとした裏面にはリアルスピリットブルーを塗ります。その他のフレームや武器パーツはガンメタルをベースに塗ります。ガンメタルを塗ったらよく乾燥させ、マスキングを貼り、今度はシルバーを使って塗り分けをします。そしてマスキングを剥がしたフレームや武器がこんな感じだ。自分で言うのもなんだが、いい感じに塗り分けされている。そして何よりも水性塗料はマスキングとかをしたりしたら一気に塗料がペロンって剥がれる印象でしたが、しっかりと塗料が食いついておりますね。ちょっとおっかなびっくりでやっていたので、剥がしてどんな具合かをここで確かめておりました。再びマスキングテープを貼り、少しメリハリが足りない気がするので、ここでジルコニウムブラックを一部塗装。これがいい感じのアクセントになったはず。続いてはメインの装甲周り。メインの白装甲はオフホワイトで塗装。この時下の黒を残すように白を塗装します。これを白装甲になる全てにやったら、さらにオフホワイトだけだと少し寂しいので、こちらのグレーを使い塗り分けをします。胸や腰回りの青は一度ブルーを軽く塗り、その上からパープルを塗ることにより綺麗な青紫色に塗装。これを腰に塗ったら、腰はマスキングをして赤の装甲を塗り足していく。赤も下地を軽くブルーを塗っておいて、気持ちブルーを残すようにレッドを塗装すると俺好みの赤紫色になる。続いて黄色。黄色はイエローとオレンジを3対1ぐらいの割合で混ぜて塗ります。ここら辺も縁はしっかり黒を残すように塗っていきます。最後にアクセントとして一部の装甲にはパープル、レッド、ブラックを混ぜ、黒紫色を装甲のマイナスモールドなどに塗ります。続いては肌と髪の毛。ここら辺は下地としてサーフェイサーパステルピンクを塗装します。そして肌色なんですが、どうしても朝食で肌色を作る自信がなかった。なのでこちらミスターカラーのホワイトピーチで肌を塗ります。その上から陰影になる部分はクリアベールブラウンを強く塗り、しっかりと影を塗ってから全体にクリアベールブラウンを塗ります。そうするとこんな感じのいい感じの褐色肌になります。続いてはタイツ塗装。タイツ塗装のベースもちょっとラッカー塗料を使います。こちらはコバルトバイオレとパンツァーレとピュアブラックを混ぜ、下地を塗り乾燥させてから100均で買ってきたネットをかぶせて、シャンパンゴールドをカーボン塗装。ネットを剥がすとこのようになんかすごいメッキメキになっているのですが、ここに下地で使った塗料をグラデーション塗装をすれば綺麗なタイツ塗装の完成。最後に髪の毛。髪の毛はホワイトにイエローとオレンジを少し足して黄色に塗ります。その上からホワイトをハイライトとしてふわっと塗ったら、ガイアノーツのクリアでコーティングをし、その上からベースの色にオレンジを足して陰影を塗ります。陰影を塗ることによってこのようにハイライトだか陰影だかよくわからない状態になります。そこにいつも使っているこのメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった塗料をこすり取ります。こすり取ることによってハイライトと陰影がはっきりします。どうですか？いい感じでしょう。今回の水性塗料でもしっかりと髪の毛が塗れましたね。さあこれで大体のエアブラシによる塗装は終了。マスキングを剥がしたら部分塗装いくぜ。まずは墨入れ。墨入れはタミヤの墨入れブラックを使い墨入れをします。はみ出してしまった部分は綿棒でこすり取りましょう。ラシッドとホワイトを混ぜて口元を少し濃いめのピンク色で塗ります。こちらもはみ出してしまった部分は綿棒でこすり取りましょう。続いてはフェイスデカール。30ミニッツシリーズはフェイスデカール付属してないので、別売のフェイスデカールを買ってきた。そいつをいい感じのところに貼り付け、前髪をつけながら微調整。整ったら綿棒で水分を拭き取りましょう。その他の装甲などのデカールは市販で売っているデカールを使用。良さそうなところにペタペタと貼っていきます。デカールが貼れたらチーク。100均などで売っている化粧品でほっぺたにチークを描きます。これで大体の作業は終了。最後にトップコート。フレームや武器パーツはカレイドカラーのクリアコートを塗り、装甲や肌パーツなどにはこちらも今回いただいた塗料の中の専用のマットコートを塗ります。これで全ての作業は終了。これが大体水性塗料で全てを塗った美少女パーフェクトガンダムだ。
今回のパーフェクトガンダムはいかがだっただろうか。個人的には久しぶりに褐色も塗れたし、美少女とガンプラのミキシングもしたし、満足の結果だ。ちなみに、いつも通り、パーフェクトガンダムのケツはメンバーズシップ限定だ。パーフェクトガンダムのケツは290円から。あと、今回案件でいただいたガーレリさんの新作塗料は別の動画で使い心地やクーポン情報などを語っているので、よかったらチェックしてみてくれよな。それでは、今回の動画もこんな感じ。褐色って言ったら何のキャラが浮かびましたか？俺の今年の褐色の気分はサマータイム連打のミオかな。できればすく水を着ていてほしいな。よかったらみんなの褐色キャラもコメントしていってくれよな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。僕らがきっと